ようございます。今日この TEDx シリーズでの講演は私にとってすごく楽しみでありました。と同時に今まで大学や病院などでも講演させていただくことが多くなってきたんですけれども、18分という限られた時間でというのは未知なる挑戦であります。この18分間の間に私が今まで経験してきたこと、今現在経験していることをお話ししたいと思います。まず簡単に私の自己紹介からさせていただきたいと思います。僕、高校を卒業した後にアメリカのカリフォルニア州にあるサンディエゴステートという大学の教育学部に留学していました。小学校の教師になるために留学していたんですけれども、その学生生活をしている時に20歳の時に日本で中学高校からの親友が首の骨を折る事故がありまして、脊髄損傷という事故に遭ってしまいました。その頃自分には何かできることはないかといろいろ探したんですけれども、なかなか見つからず、そんな3年過ぎた時に彼は日本で3年間リハビリをして、車椅子生活をするまでは回復したんですけれども、それ以上の立つだとか歩くだとか、そういうところへの挑戦は日本の病院にはないと、私に相談してきました。そこでいろいろと探している中でアメリカに脊髄損傷専門のトレーニングセンターというのがあるということを知り、彼はそこに行きたいと私に相談してきました。そこで私は快く通訳としてそこに同行しました。初めてそこのセンターに行った時に、今でも忘れないんですけど、本当平屋で1200坪っていうドーッと広い中で、日本ではもう見捨てられているような重度の脊髄損傷の人たちが本当に私たちが行くような普通のジムのようなところで全身トレーニングを行っていて、ものすごく明るい雰囲気なんですね。そこを見て自分はこの親友を治すためにはこれしかないと思って、教育学部卒業した後に運動学部というのをもう一度進学して卒業し、その世界で唯一の脊髄損傷専門のトレーニングジムのプロジェクトウォークというところに就職しました。で、一番最初は自分はその親友のためだけにこの分野に入ったんですけれども、世界中からその脊髄損傷の人たち、患者さんたちを見ている中で、他の人も治したいという思いがどんどん強くなっていきました。で、当時日本からも10名ほど、もう移住してきてそのトレーニングリハビリを行っている人たちを、生で見ていて、だんだん、日本に帰ってこの自分の技術を日本の脊髄損傷の人たちに使いたいなと思うようになりました。そして2007年に帰国し、J ワークアウトという脊髄損傷専門のトレーニングジムを立ち上げました。実際最初帰ってきた時っていうのは、日本のリハビリ業界でも注目をしていただいていたので、いくつか病院からもお誘いを受けて、最初東京の比較的大きい病院に就職したんですけれども、先ほど一番最初の小田先生も言ってましたけれども、僕の持っている国際免許の脊髄損傷回復スペシャリストっていう免許は日本では前例がないっていうことで、厚労省にも分からないから病院で君が何をしていいかが分からないっていうふうに言われてしまいました。で、病院ではその PT さんだったり OT さんにこの技術を教えるっていうふうな立場で入ったんですけれども、患者さんに触ってはいけないっていうふうに言われたので、実際これ触らずにこの技術を教えるっていうのはもう不可能だなと思って、辞めて一人でこの会社という形態で始めました。それが2007年です。簡単に自己紹介させていただきましたが、ちょっとここで一つ皆様を含めて実験したいと思います。すいません、お手数ですが全員一度お立ちになっていただいてよろしいでしょうか。皆さんその場で結構ですので足踏みしてもらっていいでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあご着席ください。今日一日長いですからストレッチという形でもいいとは思うんですけれども、今皆さんにしていただいた立つとか歩くっていう行為を一生かけて取り戻そうとしているっていうのが脊髄損傷の人たちで、私が共に生きている人たちです。すいません。
今立って歩いていただきましたけど、どういう原理で人間が歩くかということから説明させていただきます。まず人間は脳から信号を送って、その中枢神経である背骨の中に通っている中枢神経に信号を送って、筋肉であるモーターというのを動かしています。これ連続にならないな。連続で指示が出ましたね。脳からの信号を脊椎の中を通っている中枢神経を通して全身の筋肉を動かすというのが人体の体を動かす仕組みです。それでは脊髄損傷とは何かと言いますと、その脊椎の中を通っている中枢神経、人差し指ほどの中枢神経があるんですけれども、そこに何らかの病気や事故などにより麻痺、インパクトが当たってしまって、そこより先が麻痺してしまうというのが脊髄損傷になります。日本での受傷者数、皆さん聞いたことないと思うんで、簡単に、日本は1年間に5000人以上、脊髄損傷者が出ています。実際全体では12万人以上いるというふうに言われています。僕が実際に講演する人っていうのは、実際脊髄損傷だったり脊髄損傷の家族だったり、そういう人たちが多いので、こういうことは知っているんですけど、皆さん健常者ですから、今日はもう少し身近に感じていただくためにこんなのを出してみます。人口1億3000万人に対して年間5000人っていうのは2万6000人に1人っていう計算になります。でも2万6000人に1人もいまいちピンとこないと思うんで、ここで人生80年とした場合、約300人に1人、今日この会場300人近くいると思うんですけど、人生のうちここに1人は脊髄損傷者が生まれてしまうという数字になっています。意外に身近に、いるんですよね。はい、続いて、その受傷原因、これは日経新聞の方から引用させていただきましたが、実際一番は交通事故、転落とかっていうふうにいろいろ書いてありますけど、これもあんま、身近に感じないと思うので、僕が実際に今まで見てきた脊髄損傷者の人たちの例で話させていただきます。例えばもう本当後部座席に、車の後部座席に乗っていて寝てしまっていて、起きたらもう車の外に事故で飛び出していて脊髄損傷になっていたり、追突事故だったり、またプールや海などでの飛び込んだ際に下に首をぶつけてしまっての骨折だったり、あと、皆さん歯の治療とか行くと思うんですけど、歯の治療をしてもその菌が脊髄に入ってしまって麻痺してしまうとか、インフルエンザもなる原因の一つです。それから女性だとひったくりにあって、それに抵抗して引きずられてしまっての脊髄損傷だったり、あとは出産の時にもなることもあります。こう聞くと少し身近に感じてもらえるんじゃないかなと思うんですけれども、続いて、はい、残存機能。残存機能っていうのは実際事故にあってどこを受傷してどれくらいのインパクトで受傷したかによって残される機能っていうのは大きく変わります。これが人間の脊椎を横から見た図になります。一番上から赤いところが頸椎、首の骨です。それから胸椎12個あります。胸の骨、腰、腰椎、それから仙椎というふうになっています。皆さんちょっと首を前に倒していただいて、首を触ると少し突出している骨があります。わかりますかね。そこが頸椎、首の骨の7番というところになります。そこから1つ上がると6番、1つ上がると5番というふうな構造に人体はなっています。じゃあ実際どういうふうな残存機能になるかと言いますと、これが国際基準で出されている人間の麻痺が残る図です。ちょっと細かくて見づらいとは思うんですけれども、例えばここに細かく数字が書いてあります。C2、C3、C4、C5 っていうふうに書いてあるんですけれども、例えばその受傷するとその線のところまでが正常間隔で、そこから下が全部麻痺しますっていう意味です。なので先ほど説明した首の5番っていうところをやると、二頭筋といって腕を曲げる力は残っているけど伸ばすことができません。例えば自分が車椅子に乗っていて漕ぐことができないのが5番。6番になると今度腕を伸ばすことができます。そうすると車椅子を漕ぐことはできます。
ただ握力がありません。少し下がって胸椎、胸の骨を、例えば痛めた場合は、握力、指の動きは残っていますが、体幹といってこういうふうに手なしでバランス取ることができません。もっと下がって、胸椎12番というところまで行くと体幹というのがあります。腰椎になると、頑張れば少し足を引き上げることができる、そういうような、残存機能が、受傷箇所によって残ります。ここで皆さんに考えてほしいんですけど、もし明日あなたが脊髄損傷になったら、どうしますかっていうふうに言われてもなかなか考えるの難しいと思うんで、もしなってしまったらということで2つ、例を挙げてみたいと思います。精神状態としてどんなふうになるのか。精神状態は、実際、病気などであなたは何ヶ月後に死にますって言われるような、死を宣告されたことと同じ精神状態になると言われています。なぜかというと、体の自由を奪われるというのは死に値するっていうぐらいな精神状態だということです。それから膀胱直腸障害、排尿排便機能の感覚運動がなくなってしまうということで、例えば漏らしてしまうし、薬や道具を使ってのトイレの作業になってしまうというのが脊髄損傷です。実際自分の親友は20歳の時に事故に遭いましたから、計算してみたんですけど、彼は1日おき週3日排便に時間を使っていました。それを80年と換算すると約12年間、残りの人生12年間はもうトイレのためだけに過ごさなければいけないというのが脊髄損傷の実際、起こってしまうとなってしまう定めになります。そこであなたは諦められますかということなんですけれども、医師からは、一生もう車椅子です、これ以上治りません、そういうふうに宣告されて、もうトイレもそういう状態、精神状態もそういう状態でもやっぱりもう一度自分で立って歩きたいって考える人たちもたくさんいます。そういう人たちを自分が日本で一緒にトレーニングをしています。実際今回のテーマであります再建というのは、私は人体の再建について説明していきたいと思います。2008年にネイチャーという科学誌に私たちの取り組みが取り上げられました。実際脊髄損傷に遭うと、受傷後すぐ数時間であったり数週間であれば回復の可能性だったりの研究というのはたくさんあるんですけれども、慢性期と呼ばれる受傷何年経った人たちには今まで一切機能回復を示すことはできませんでした。そこで私たちがやった取り組みというのは、受傷2ヶ月から20年という人たちを対象にやったことで機能回復を出しました。それが2008年ネイチャーに取り上げられました。これが原文です。それからどういう理論かといいますと、多くの場合脊髄神経痛めた場合全部が切れてしまうというケースは非常に少ないです。最低 5% から 10%、傷ついていない部分があれば、迂回ルートを作ることが実際にできます。これはマウスレベルではもう証明されているんですけれども、どうやって人体にやるかっていうところが私たちの技術のすごく特殊なところです。はい、この図、私たちの会社で使っているアイコンなんですけど、これ何を示しているか分かりますでしょうか。一番下はベッドで寝ているんですね。でその後車椅子、四つん這い、膝立ち、立って歩くっていうのを、言葉なしに表しています。どういう技術をやるかというのは細かくすごくたくさんあるんですけれども、一つ今日紹介させていただきます。一つディベロップメンタルムーブメントパターンといって、人間はもともと生まれつき誰に教わるわけでもなく、立ち歩くという技術が、スキルが埋め込まれているというふうに考えてもらっていいんですけれども、自然と寝返りを始めて上体を反らしたり四つん這いになったりハイハイして膝立ちしてつかまり立ちして歩くっていうルートをしっかり追っています。これ運動生理学上少しずつ体重負荷を増やしていって少しずつ使う筋肉群を増やしていってものすごく理にかなっているんですね。これを脊髄損傷を負った人たちにも何百何千という回数をこなしていくことでその人たちの運動機能を回復していくっていうのが私たちのやり方です。実際どうして病院でやってないのかっていうふうに言いますと、これ実際もう本当に長い期間かかります。1年2年で行く人もいるしもっとかかる人たちもいます。病院の保険適用期間というのは150日間なので、どこまで行ってようが150日で、追い出されてしまうというのが
日本の現状です。なのでその先、もしかしたら機能回復する可能性があっても、取り組む場所がないというのが現状です。そこを今私たちは取り組んでいます。私が実際にここを機能回復させた人たちっていうのは20人ぐらいいるんですけれども、その人たちから学んだことっていうのは、すみません時間がないです、全く新しいやり方で立って歩いているっていうふうに言います。今までやっていたこととは全く違う新たなスイッチで自分は立って歩いているんですっていうことをよく言われます。実際そういう人たちから学んだことっていうのは、僕の経験の中からすごくたくさんいい意味でも悪い意味でも刺激を受けました。僕はこの人はこれぐらいまでしかいかないんじゃないかなっていうふうなリミットを決めてしまった時に、彼らはいい意味で裏切ってくれました。そんな彼らの挑戦を私は受けて、日本に帰ってきて世界に向けて脊髄損傷のトップになるために新たな3つの挑戦をしました。少し映像、すみません、映像をお願いします。100% 回復はできないと診断された人、それから受傷が17年経った人、それから先天性の病気の人という3例を新たに挑戦しました。Practice this for hours, gone round and round, and now I think that I've got it all down. Not wrapping this in ribbons, shouldn't have to give a reason why. It's no surprise I won't be here tomorrow. I can't believe that I stayed till today. There's nothing here. Try to find an easier way. Yeah, you and I will be a time.
すいません、時間がだいぶ押してしまいました。これからも一人でも多くの脊髄損傷者を歩かして、日本の脊髄損傷者の未来を明るくしていきたいと思います。本日ありがとうございました。どうもありがとうございました。